おはようございます。たかしです。本日は12月5日火曜日、ただいま9時20分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。ではまずポンド円の冷やしからですね。現在は直近の高値でのダブルトップからの下落にはなってきております。ただし GMMA の青帯は上向きですので、基本的には冷やし単位では上昇トレンド中。そして現在は GMMA 付近に来ましたので、反発しやすいところまで下落してきたことになります。昨日の冷やしを見ていただいてもわかりますけれども、長い下髭を伴っておりますよね。ということはやはり現在地っていうのは反発しやすいところなんですね。過去もそうですよね。ですので現在地付近から反発上昇、ここで冷やし単位の押し目買いが入って上昇していくのか、それともストキャスティクスがもうちょっと下げる余地がありますので、この冷やしの GMMA を下抜けるような動きになってくるのかっていうところに注目です。もし GMMA を下抜けてくると大きめの下落になっていく可能性がありますので、その辺に注目ですね。現在は今ダブルトップでの下落なんですが、基本的には上昇トレンド中、しかも冷やしの押し目買いが入りやすい、そういうポイントまで下げてきましたので、この辺での動き注目です。大きく下抜けるのか、ここから反発するのかという節目にありますので、難しい動きをしがちなところではありますので、分かりにくい動きをするならトレードは控えていく方がいいと思います。では4時間足です。昨日も下落、そして長い下髭からの上昇。若干上昇が弱いんですが、昨日は下がってからの上昇という風になってます。基本的には先ほど冷やして言っていましたダブルトップからの下落で、今4時間足単位で下落トレンドを描きながら下落中。そして直近の安値ぐらいまで下がってきましたね。この以前から引いてましたオレンジのラインっていうところが綺麗に意識されて、昨日はそこからの反発になってきております。ただ、現在は上昇中なんですが、このピンク丸の安値、このあたりですね、186.4 付近、このあたりっていうのは過去も意識されてますので、おそらく 186.4 付近まで上昇してくれば、そのあたりっていうのは上値が重くなってきますので、現在は上昇中ですが、どこまで戻していけるのか、186.4 付近で再び下落していくのか、そこを上抜けてくるのかというところに注目です。今はストキャスティクスが上昇中ですので、まだもうちょっと上昇しそうな雰囲気ではありますが、やはり上髭も出てますので、上値が重いんだっていうのが分かりますよね。ですので基本的にはこの下落トレンドの流れに乗っていくなので、上がったところから売っていく戻り売りスタンスがやりやすいんじゃないかと思います。ですので4時間足単位で考えるのであれば、もうちょっと上昇してくるのを待ちたいところですね。では1時間足です。1時間足では黄色のボックスの中での動きがありました。そこを下抜けて、そしてそのボックスの下限付近が再びレジスタンスになっての下落になってきております。ただし先ほどの4時間足のオレンジの水平線で反発して結構強めに上昇してきましたよね。ですのでこの黄色のボックス下限付近まで今戻してきております。現在は GMMA の青帯とぶつかっております。ストキャスティクスも高値圏からデッドクロスなので、現在地付近から下落していくっていうことも考えられるんですが、もし黄色のボックスの中に戻してくれば GMMA の青帯を上抜けることになりますので、直近の高値ぐらいまで 187.5 付近まで上昇していく可能性が考えられます。ただ4時間足の GMMA が186.5 付近、この辺りを走っておりますので、ちょうどこの高値付近ですよね。186.6 とか5とか、この辺りまで上昇してくれば、一旦上値が重くなってくると思いますので、まずは186円のミドルぐらいまで、そこを上抜けてくると、187円のミドルぐらいまで、黄色のボックス上限ぐらいまで上昇していくと考えますが、基本的には下落トレンド中、4時間足でも下落トレンド、そしてその中で1時間足も下落トレンドですので、基本はこの下落の流れに乗っていく。そして下落トレンドを崩してくれば、そこから一旦上昇を見ておく。1時間足が上昇トレンドに入ったとしても、4時間足の下落トレンドはまだ崩せませんので、4時間足の下落トレンドを崩すのが、この黄色のボックスを上抜けてからになりますので、187.5 付近を明確に上抜けてくれば、1時間4時間とトレンドが上向きに変わってくる可能性があるんですが、黄色のボックスの加減を上抜けたとしても、まだ4時間足は下落トレンド中、その中で1時間足が目線が上になるだけですので、
で、基本は売り圧力が強く入りがちですので、基本的には上がったところを売っていくのがいいと思います。もしロングエントリーで考えるのであれば、例えば昨日の安値付近とか、そのあたりまで下がってきたところからの反発の上昇を短く狙っていくみたいな感じがやりやすいかもしれませんけれども、現在地付近からじりじりと上昇してきた場合は、次は売りポイントを探していくのが良さそうです。では次はドル円の日足です。ドル円日足はオレンジの平行チャンネルの中で動いてまして、現在ちょうど平行チャンネルの下限にぶつかってきたところ、昨日はそれによって反発はしてきました。ただ反発の力が弱いので、ここからまた再び大きく上昇していくかというと、そういうイメージでは今のところありません。ただしストキャスティクスは安値圏にありますので、比較的大きめの反発をどこかでしてくるんだろうなと思うんですが、それが今すぐなのかもう少し先なのかはわかりませんが、まずは現在地付近で値固めができるのであれば、そこからの一旦の上昇。ただ日足の GMMA がだんだんと下向きに下がってきてますので、上昇してきてもこの GMMA 付近まで、今ですと148円の後半から149円ぐらいまでというところでしょうか。ですので149円手前ぐらいっていうのは上値が重くなってくると思いますので、まずはそこまで上昇できるかどうかですね。上昇してもそのあたりから再び折り返して下落していくだろうということが考えられます。では4時間足です。4時間足は綺麗に下落トレンドを描いております。この白のトレンドラインに沿って下落をしてきているんですね。現在はトレンドライン付近まで戻すような動きになるのかというところですね。昨日も安値を更新してきておりますので、基本的にはこの下落トレンドは継続中。今はストキャスティクスがもうちょっと上昇余地がありますので、今下げかけてますけれども、本日は一旦の上昇を待ちたいですね。もちろん現在地付近、ここオレンジの水平線走ってますので、ここから下落していくっていうことも十分考えられます。ただ現在地っていうのは日足のトレンドライン付近でもありますので、下がっていったとして昨日の安値を抜けるか抜けないかというところで、またダブルボトムからの上昇ということも考えられますので、下落を狙うのであればしっかり上がるのを待つこと、そして逆に上昇を狙うのであればしっかり下がるのを待つこと、どちらにしても引きつけてトレードしていくのがいいと思います。基本的には下落トレンド中ですので、上がったところから売っていくスタンスが安全だと思います。では1時間足です。1時間足では3損を描くかなというようなそんなイメージをしておりました。ここ左肩ですね。11月29日のこの高値が左肩、そしててっぺん部分を作りまして、それから現在が右肩を作りに行くのか、右肩が左肩ぐらいまで上昇してくれば 147.8 ぐらいまで上がってくるんですが、現在地付近で右肩を作ってしまうのであれば、ここから右下がりの3損での下落になっていきますので、その場合は昨日安値ぐらいまでの下落っていうところをイメージしておくといいかもしれません。基本的には4時間足も下落トレンド中、そして1時間足は GMMA を時々上抜けているので分かりにくいんですが、昨日も一旦上抜けてきてますよね。ですので、現在地付近で GMMA にサポートされれば、もう一段高で 147.8 か、もしくはこのトレンドライン付近まで上昇していくと考えますけれども、今ちょうど下落しそうな雰囲気ですよね。ですので、このまんま現在地付近で3損の右肩を作って、そこから下落に変わっていくかもしれませんね。ただし直近では上昇トレンドを描いておりますので、昨日のこの安値から見ると高値を切り上げ、そして安値を切り上げてきているので、小さくは上昇トレンドを作っているんですね。1時間足の目線は下ですけれども、今小さく上昇トレンドを作ってますので、まずはこの上昇トレンドを崩してくるのを待つのがいいかもしれません。もしくは先ほども言いましたように、上がったところを売っていく。なので、まずはこの3損の左肩ぐらいまで上昇してくるのを待って、そこからの下落の流れに乗っていくとかいう形を取るのがいいと思いますので、現在地付近、今下げそうになってますけれども、ここから売っていくというよりは、しっかり上がったところから売っていくっていう風にしないと、今は日足単位では平行チャンネルの下限にありますので、ここから当然大きく上昇していく可能性もありますので、その辺は注意が必要です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しています。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今12月上旬がお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。